ウクライナの戦略爆撃がロシアを揺さぶっています。ロシアのプーチン大統領は国内で発生している燃料危機を認めました。ただし、前日副首相が事態は全てコントロールできていると発表したのと同様にして、ある程度の問題としては認識しているが、これはあくまでもウクライナの行っているテロ行為であり、ロシアはこの程度では何の問題もない、十分に問題は解決できると、事態の深刻さを否定しました。しかし、プーチン大統領の言葉とは裏腹に、さらに燃料不足問題は、ロシア経済の根本そのものを揺るがしています。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。戦争の長期化に伴って、ウクライナ情勢全般についてのニュースはなかなか流れなくなってしまいました。しかし、長く続いた戦争も潮目が変わり、ウクライナによる反撃はロシアを大きく揺さぶっています。ウクライナの行っている戦略爆撃は、ロシアの国家収入の柱である石油と天然ガスの関連施設への攻撃、そしてロシア軍と軍施設への攻撃、さらには軍需工場への攻撃と戦争の遂行能力そのものに打撃を与えています。しかし一方において、ロシア国民自身が直接的な痛みを負わなければ、世論の変化といったものはなかなか起きないものです。このきっかけとなろうとしているのが、ロシア国内で今拡大中の燃料危機です。例えば日本の場合であれば、中東産の原油が全然入ってこなくなるといったことがあれば、当然のように非常に危険な事態になります。そこでイラン情勢が悪化した時には、このままだと日本経済は積んでしまうなんていうことを言った専門家もいます。しかし、日本の場合だと国際市場からの調達によって中東産原油の輸入というものが途絶した場合においても、各国からの輸入を進めて、現在のところ日本の経済は全く積んでいません。一方においてロシアの場合だと、自分の国で石油も天然ガスも取れる国であるにもかかわらず、ロシア国内の燃料不足は非常に深刻な状態に陥っています。ロシア国内においては、ロシア軍の信頼を傷つけるような行為、動画の撮影投稿は、これは犯罪行為であると法律を定めています。しかし人々は動画の撮影投稿をやめません。炎上する石油関連施設や軍需工場の映像などは次々とインターネット上に投稿されますし、また今ではそれに関連しての渋滞発生と人々の不満を述べる動画なども非常にたくさん撮られています。中には自分自身を映してなんでこんなことになってしまったんだ、政府は一体何をやっているんだと、非常に痛烈に批判をする人などもいます。プーチン大統領はこの件に関してある程度の問題があるということは認識しており、解決に力を注ぐと発表しました。従来は全く問題ないというロシア政府の公式見解が出ていたわけですから、これが大きく変わったということは、それだけ事態が深刻化しているということです。もはやどれだけ情報統制したとしても、防ぎきれないほどに全国的に燃料危機が広がっています。例えば、政府批判を目的としないロシア国内の報道局が、一体今どれだけ給油に時間がかかるかを体当たり取材を行いました。記事においては取材班が列に並んだところ、実際に給油できるまでの時間は12時間必要でした。なぜそれだけの時間がかかっているかといえば、ガソリンスタンドのタンクそのものに給油される量が限定的だからです。多くの人たちが並んでいて、ある程度給油をして空っぽになってしまう。それでもどうしても給油する必要があるわけですから、人々は並び続けなければなりません。ガソリンスタンドにタンクローリーがやってきて次の給油を受けるまでの間、人々はずっと列を維持しなければならないのです。もしもそこで、ガソリンスタンドもう売っていないんだから他のガソリンスタンドに行こうなんていうことをしたら、また列の一番最後に並ばなければなりません。そんなことを繰り返しているとどこでも給油できないというような状態になってしまいます。しかもロシア政府当局は、あまりにも長い列で車からドライバーが離れてしまうと、駐車禁止地域に車を止めていたとして、そのような人たちに対して違反切符を切り始めたというのです。それが警察の小遣い稼ぎではないかなんていう批判も出ています。また、あまりにも長く待たされるわけですから、人々が口論し、喧嘩し、中にはガソリンスタンドの店員を殴る蹴りの暴行を行った犯罪行為なども動画で撮影、投稿されているぐらいです。事態は非常に混乱していると言えるでしょう。そして問題なのはこうした長時間の給油待ちというものが、それ自体が大量に燃料を消費することです。
乗用車であれば押すこともできるわけですが、大型のトラックが給油待ちをしていて、ガス欠になったらもう大変なことになってしまいます。一方で、燃料危機だけではなく、物流網そのものの麻痺も進んでいるクリミア半島においては、もっと事態は深刻化しています。ロシア本国とつなぐ重要路線などがウクライナ軍の攻撃を受けて、鉄道がたびたび停止し、変電所が破壊され、火力発電所なども停電を起こすような事態になっているクリミア半島では、政府職員らの避難計画の行動もなされています。これは今すぐにどんどんと政府関係者が脱出するというわけではなく、必要になった場合においてはどのような行動をとるかを、それこそ公務員の人たち全体で再認識するような事態になっているのです。現在地上戦そのものについては、クリミア半島から見ればまだまだ非常に遠い場所にあります。しかし、ウクライナ軍の攻撃それ自体が日常化し、その影響はクリミア半島に住む人たち全体に対する影響をもたらしています。そうしたこともあってクリミア半島ではガソリン価格が2倍以上に跳ね上がり、闇で売買されるガソリンの量がさらに増えるという悪循環を生み出しています。そうしたこともあってインターネット上でどうやって車からガソリンを抜き取るかについての検索数が上昇し、実際にそうやってガソリンが盗まれてしまったという例などもクリミア半島では発生し始めています。一方で前線で何が起こっているかといえば、今非常に流行っているのが生成 AI を使った戦果報告の偽造です。ロシア軍内部においてはどれだけ進軍をしてどれだけ占領地を広げたかが最高の評価軸となっています。プーチン大統領はドンバス地方をいついつまでに制圧せよという命令を改めて発し、これが15回目の期限の宣告だと言われています。その度にいついつまでに占領せよと言っているにもかかわらず、それが達成できないわけですから、そのために軍上層部では何とかしなければならないと、たびたび叱られているのでしょう。そうしたこともあって、実際には占領していない地域の映像などを使って、兵士たちが旗を振るという偽装作戦が何度となく行われています。ところが、この偽装作戦、最近だと兵士を送ることすらももはやうまくいかなくなったのか、生成 AI を使った非常にずさんな形での AI 動画なども公開されるようになってしまいました。こんな状態ではあるものの、プーチン大統領はこれからの選挙に向けて自分たちの子飼いの人たちを選挙で当選させることを公言しています。基本的にロシアにおける選挙というのはある程度の結果というものが定まった上での不正選挙が行われるというのがいつもの流れであり、次の選挙においてもある程度プーチン大統領の意にかなった人物だけが当選することでしょう。ただここで重要なのは、そうしたいつもの風景の話ではなく、プーチン大統領の発言そのものもまだまだ強気であるという点です。プーチン大統領は燃料危機が起こっている点についてはある程度は認めたものの、ロシアという国家そのもので見れば、非常に盤石な状態であり、ウクライナを攻め滅ぼすことはまだまだ十分可能であるという話をしています。国民の団結結束がこの戦争そのものに勝利することができるとしています。なお私はここで戦争という言葉を使いましたが、現在でもなおプーチン大統領はこれはあくまでも特別軍事作戦であり戦争ではないとしています。またそうした戦争ではない特別軍事作戦は現在でもなお非常に順調であり、全戦線でウクライナ軍を圧倒し、徐々にウクライナは疲弊し、ロシア軍の優勢は全く揺るぎないものであると発表しています。プーチン大統領にとってはそうした全体の方向性については一切変わっていないという話をしつつも、しかしそれでもなお燃料危機が発生していることは認めざるを得ないわけですから、それだけもはや隠しようのない部分として悪化がひどいということを物語っています。なお経済全般で言えばこうした燃料危機といったものはただ単純に給油できない、給油しにくいといったような話だけではなく、経済全体に対する悪影響がどんどんと拡大することとなります。燃料の高騰といったものは、ありとあらゆる人と物の動きといったものを悪化させるものです。こうした話をしたときに、いやいやそれだったらもっと別の方法で物を運べばいいじゃないかと思われるかもしれません。それこそロシア国内には鉄道網もあるわけですから、トラックでの運送といったものがなかなか難しいのであれば、大量に鉄道で輸送すればいいじゃないかという代替策といったものもあります。ところがロシア国内においては、
そうした鉄道貨物へと全部乗せ替えるといったことがほとんど不可能だと言われています。というのも、ロシア国内での鉄道貨物の輸送量は大きく変動があるわけではありません。大体毎年このぐらいだろうという水準の中で収まっているものですから、今回のように燃料危機が発生したから物流網を全部鉄道に乗せ替える、もっともっと物を運べという話になっても、物資を運ぶための列車が大量に余っているわけではありません。いつもある列車で運べる量でしか運べないわけですから、上限といったものは非常に抑制的になってしまうわけです。じゃあ、値段の高いものだけでも空輸すればいいじゃないかというような話もあります。確かに非常に小さくて値段の高い商品などは鉄道でもなければ車でもない飛行機で運ぶという手もあります。しかし、そこにも問題があります。それは、現在ロシア国内においては制裁の影響に伴って飛べない飛行機といったものがどんどんと増えているというのです。2022年の本格的な侵攻以降、当時リースしていた欧米製の多くの旅客機をロシアは強制的に没収しました。これは盗難騒ぎだったわけですが、それ以後多くの航空会社からメンテナンスは当然お断りになりましたし、正規部品などについても通常ルートでは購入することができなくなりました。その後共食いの整備であったり、代替製品を中国から輸入するなど、なんとか延命策を図ってきました。ところが戦争の長期化に伴って、技術者や整備士などについても、どんどんと転用する騒ぎなども起きており、前線送りになる人が出ています。これは軍関係の話ではあるものの、軍の中で整備士が取られてしまうと、その整備士を雇うために民間からさらに抜擢するような形で声がかかり、そうして民間の整備士についても少しずつ軍に取られてしまうという現象が起こってしまうわけです。なかなか不思議な話に聞こえるかもしれませんが、軍の中にいる整備士は無理やり前線へと送られるわけですが、その不足分を補うために民間からヘッドハンティングするときには非常に優遇しますよという話をするわけです。あくまでも後方勤務であり、全く危険が及ぶことはない。しかも今軍には非常に多くの資金が投入されており、給料は非常に良いお金を用意しますよといった、非常に甘い言葉で誘うわけです。しかしこのような混乱といったものはそもそも部品が入ってこないという根本原因を解決するわけではありませんから、現在ロシア国内における航空機673機のうち130機が全く飛べない状態に陥っていると報道されています。残った機体についても一般的な人を運ぶための旅客機というものが多いわけなので、大量に物資を運ぶための輸送機といったものもそんなに余裕があるわけではありません。これもまたいつものように従来の需要を満たす程度はあるけれども、非常に大きくなった突発的な量を運べるような輸送力はないのです。そして経済全体だけではなく、ここから先問題になるだろうと言われているのが、何か問題が発生した時の多くの人たちの心の拠り所が破壊されてしまうだろうという話です。ソ連崩壊以降、多くの日においても人々は都市からちょっと離れた郊外に家庭菜園付きの別荘を持っている人たちがいました。それは別にものすごい豪華な別荘というわけではなく、ほんのちょこっと仮住まいができる程度の邸宅に家族の食べる分ぐらいの食料を作れるぐらいの、ちょっとした畑がある、みたいな形です。しかし、何かあったらそうした場所で食べ物を作っておけば少なくとも死ぬことはないという具合にして、最終防衛ラインというものがあるわけです。それは心の拠り所ともなる話です。ところが今進んでいる燃料危機というのは、こうした郊外にちょっと出かけて家庭菜園をなんていう話を全て台無しにしてしまいます。そもそもガソリンを入れようと思ったら12時間、丸1日かかるようなことになってしまい、普段の生活が破壊されてしまいます。働いている人はそれこそ職場に出勤しなければならないわけなので、そうやってガソリンをどうやって積むんだというような話にもなってしまいます。そのために公共交通機関を使うという手もあるわけですが、ところがそのバスなどについても燃料価格の高騰によってバス路線そのものが停止されるといった事態が地方においては発生し始めています。これは燃料価格の高騰に伴って公営バスの場合だと予算がもはや足りなくなるといったようなことが発生しているわけです。しかもこれもまたプーチン大統領が戦争を継続するために地方政府に対して渡す連邦予算の削減といった問題と
非常に密接につながっています。地方政府においては、従来入ってきたお金がどんどんと軍事予算に割り当てられて、予算構成が今までよりもずっと厳しくなってしまいました。必要なお金を工面することができないがために、街灯をもうつけることができない、公営バスを走らせることができない、ゴミの収集についても頻度を下げるしかない、道が少々破損しているぐらいほっとけというような話はもはや日常的になっているという問題があります。こうしたロシア国内における混乱といったものは、確かにニュースとして取り上げるには小さな話に聞こえるかもしれません。しかし、全てが連鎖的に反応して悪循環が進んでいるというこの事実は、時間の経過がロシアにとって大きな敵になることを意味しています。何しろウクライナ軍のドローンの開発生産は、まだまだこれから右肩上がりです。大きな破壊力を持つ国産の巡航ミサイルは、これから性能を上げてさらに破壊力を増し、生産数が増加していきますし、同じく国産の弾道ミサイルについてもテストが終わったという話が出ており、これからロシアの防空網を突破して重要施設を破壊する回数というものは、さらに継続的に積み重なっていくでしょう。こういった先々の状況が少しずつ見え始めた現状において、ロシア側の戦争賛成派の人たちも少し声が変わってきました。ロシア側の軍事ブロガーらは、侵略大賛成、さっさとウクライナを攻め滅ぼせというような人たちで、たびたびウクライナを支援するイギリスやフランスに対しても核攻撃してあんな奴ら吹っ飛ばしてしまえというようなことを言うぐらいのような人たちです。そのような人たちが今ウクライナの反撃戦によってロシアの燃料危機が深刻化してくると意見を変えました。それは仕方ない、ここのあたりで損切りである程度話を収めにかかるべきだ。これ以上戦いを続けてウクライナがロシア国内の石油関連施設やその他社会インフラや軍需産業などに対する攻撃を続けさせると、ロシアの国内基盤そのものが揺らいでしまう。それは耐えられない被害になってしまうというような話をし始めたのです。彼らの影響力といったものは実際のところは政権に対しては何にもありません。しかし、従来は戦争大賛成、さっさと侵略しようと言っていたような人たちの意見の変化といったものは、それだけロシアにとってウクライナの反撃が効いていることの証拠です。こういった意見がどんどんと広がることになれば、ロシア国内における軍への参加、志願者といったものもさらに減少していくことでしょう。それはウクライナの前線におけるロシア軍の弱体化へとつながっていくわけなので、今行っているウクライナの戦略爆撃の継続といったものが事態を大きく変えうるということを予感させます。事態の推移は明らかにウクライナに傾きつつあります。皆さんはこの事態の変化をどのように捉えているでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。特に初めてこうした動画を見た人の中には、今ウクライナ情勢がこんなに変わったのかと驚くかもしれません。地上波のニュース報道ではほとんど触れてくれない話ばかりなので、ぜひともこの機会にこれからもこのチャンネルの動画を見てくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。